やば。今日身だしなみ検査だって。マジかよ、だる。化粧してない？化粧はダメよ。してません。ひげ伸びてるぞ。明日までに剃ってこいよ。はーい、すみません。はい、今週も始まりましたここだけの話、日本語ポッドキャストの田中です。小倉です。小倉先生、今週のタイトルは？女は化粧、男はひげ。今日のイントロはね、学校で先生が学生たちの化粧や髪やひげとか服装をね、チェックしてる場面ですね。小倉先生も学生時代はチェックされてたでしょ？高校生の時ね。そうだよね。僕が行っていた学校でもこの服装のチェックはありました。今週はこれについて話しています。どんな話か聞いてみてください。はい。では始めましょう。質問。どうして日本では多くの仕事でひげを生やしてはいけないというルールがありますか？小倉先生はさ、なんだこの校則とかさ、どんなうん校則があった？中学校の時はやっぱりその髪を染めたりしたらいけないってね、よく学校の先生に言われてたよね。そうだうね。まあんよくあるのがヘアスタイルだよね。まあ男の子は短い髪型で、まあ男女とも髪を染めてはいけないとかさ。うんうんうん。あとはまあ化粧もね、僕らはいはいの時代はいはいはい。は化粧もしない。うんうどうん。してかというと、学校はおしゃれをしに行く場所ではないってね、って言われるんだよね。おしゃれの場所じゃなくて勉強する場所だみたいうんうん。まあね、おしゃれしてても勉強する子はするし、しない子はしないし、関係ない話なんだけどね。な。そうなんだよね。うん。しかもあれだけさ、まあ中学校高校で化粧禁止って言われてて、でもさ、大学生になってからアルバイトすると、働く時は化粧をうん。しなさいって女の子言われてたよ。その派手な化粧じゃなくて、ああ、すっぴその、んは逆に、身だしなみを整えていないとみなされてしまうから。そうそうっていうか、一回あったのがさ、僕大学の時にカフェで働いてて、スタバみたいなカフェ、スタバじゃないんだけど、一人先輩の女の人、22歳ぐらいだったと思うけど、うん。仕事もできて元気も良くて、特になんか問題があるような接客はしない人だったんだけど、一回クレームをもらって、お客さんから。へえ。そのクレームがさ、うん。あの朝いつも働いてる女性はどうして化粧をしないんだ、不快だってね、そのクレームが来たんだよね。うん。でさ、うもう従業ん。員僕らは、なんだこのクレームって思うじゃん。うん。黙れって思うわけよ。うん。うん。ね、化粧するのするしないはさ、本人の自由だしさ、うん。それで化粧をしない顔で来て、うん。不快だって言う人の方がさ、悪いじゃん、どう考うん。えても。うん。なのに、その時のカフェの店長はね、うん。反省文書かせてた、その女の子に。ええ。そうなんかね、店長も、まあこういう変なお客さんもいるけど、まあでも一応これもお客さんの意見だからとか言ってね。で、女の子はね、すごい不服そうだったけど、うん。書けばいいんでしょって感じで書いてて。ええ。でもその後もね、化粧はしてなかったけどね。うん。なんかでも、化粧していないことが罰になるっていう。そうだからなんか、高校までは化粧はダメって育ってきて、うん。でも働き始めたら、特に女性、うん。化粧をしなさいって絶対言われるじゃん。うん。うん、うん。そこがね、変だなって思ったりうん。するよね。
化粧をせずに働くのはみっともないみたいなさ、うんなんか考え方あるじゃん。うん身だしなみの一部みたいなさ、うんなんかで、そういうのはちょっとね矛盾してるなって思うよね。うん化粧しなくてもいいっていう風になればいいよね。社会に出てもしたい人はすればいいし、うんしたくない人は別にしなくてもいいって。うんただでもなんか日本で女性の場合は特にその社会的なプレッシャーがあるなって思う。うん男は別にさ何も言われないのにね、化粧せずにあのお店で働いてレストランのウェイターしててもさうん何も言われないのに、女の人だと言われちゃうってのはリアルにあるよね。うんでもあれやな、女の人は化粧だけど、男の人は、まあ、特に飲食店で働くんだったら、髭を生やしたらダメだよね。あるね、そういう。うん。だからまあ、日本人大学生ほとんど髭生やしてないけどね。飲食店で働いてなくても。確かに。まあ、大人になっても髭生やしてる人いないからね、ほとんど。だから髭生やしてる人はね、自由な人に見られる。そんなそれだわ。なんかさ、だから僕今髭生やしてるけどね。やっと解放されてねしがらみから。うん。でもそうかも。だって大体日本でアルバイトしようと思ったら、うん。そういうまあ身だしなみのルール、例えばシャツのボタンは閉めてとか、うん。ネクタイをするとかさ、うん。そういうルールの中うにん。ひげを生やしてはいけませんっていうルールもよくあるよね。うん。でもそんなルール、ここメキシコで言うと笑われるよね。確かにね。だってみんな普通に髭生えてるからね。今は分かんないけどユニクロでバイトしてた時にまさにそのルールがあった。うーん。ひげを生やしたらダメうん。で、それをね聞いたんだよね、店長に。店長なんでダメなんですか聞いたんだ。でもうん僕ひ結構。げ生えないんだよ。だかあらなんていうの、素朴な疑問として聞いて、あ。なんでダメなんですかねって聞いたら、店長が言うには、うん。ひげを生えてる店員さんを見るとお客さんが怖がるみたいなさ意味わ怖がる。かんない。ステレオタイプというか、ちょっとなんかひげ生やしてる人に失礼だなと思うん。うね、昔、思うよね。でも日本人、昔偉い人でも、髭生やしてたよね。ほら、夏目漱石とかさ。そうだよね。ね。だからうん。自由人だったんじゃない。でも政治家みんな生やしてたよね。うん。うん。昔のねうん。そう。政治家とかさ。うん。ね、文学者とかね。確かに今ひげ生やしてる政治家とかほとんどいないよね。うん。髭生やしてる人自体は少ないよね。面白いね。ひげの日本日本でのひげの扱い方。うん。でも確かにひげ生やしてる男の人を見ると、なんか自由な仕事、例えば古着屋。自由っていうか、そうそう、古着屋の店員さんとうか、ん。あとはスタイリストとかうさ、ん。なんか自分でやってる人たちなのかなって思うよね。うん。美容院で働いている人とか。そうそうそう、フリーで働いてる人なのかなみたいうん。な。サラリーマンでほとんどいないもんね。うん。めったに見ないね。髭生やしてる人。やっぱりまだイメージがあるんだろうね、そういうひげを生やしてる人に対するちょっとネガティブなイメージ。うん。うん、まあ女の子は化粧、男の人は髭。不思議だよね。はい、皆さんお疲れ様です。どうでしたか？難しかったですか？じゃあ早速答え合わせです。小倉先生、質問は何でしたか？どうして日本では多くの仕事で髭を生やしてはいけないというルールがありますか？じゃあ答えもお願いします。髭を生やした人を見ると怖いと思う人がいるからです。怖いと思う人がいるからですと言っていますが、これは僕が働いていたバイト先の店長が言っていたことなので、まあでも未だにこういう考え方は日本にはあるのかなって思いますね。ひげを生やしてる人に対する
ネガティブなイメージ。そうね。ひげを生やしている人に対していいイメージを持たない人が多い。じゃあ今週の表現です。小倉先生、何ですか？したい人はすればいいし、したくない人はしなくてもいい。この表現はとても便利なんですが、何かをするかしないか、どちらを選んでもいいですよ。あなたの選択を尊重しますよ、リスペクトしますよと言いたいときに使えます。いろいろな動詞で使うことができるんですが、食べるだったら食べたい人は食べればいいし、食べたくない人は食べなくてもいい。こんな感じですね。会話の中ではこう使われています。化粧しなくてもいいってなればいいよね。したい人はすればいいし、したくない人は別にしなくてもいいって。これは女の人が仕事をするときには化粧をしなければいけないという社会的プレッシャーの話をしていて、これを言いました。じゃあ次の例を見てください。この後みんなで飲みに行くんだけど来る？いいね。でも僕お酒飲めないけどいい？全然いいよ。飲みたい人は飲めばいいし、飲みたくない人は飲まなくてもいいし、ソフトドリンクもあるしね。これは僕が大学生の時とか、友達と居酒屋に行って今日は飲みたくないっていう時、友達がどうして飲まないの？一杯だけでも飲みなよっていう風に言われるんだけど、それがちょっとプレッシャーだった。本当は飲みたくないなっていう、だからこういうことを言ってくれる人がいたらありがたいですよね。小倉先生も学生時代こういうプレッシャーあったでしょ？自分だけ飲まないのは変に見られるっていうプレッシャーがあるね。じゃあ次の例です。二次会どうする？カラオケ行っちゃう？行きたいけど歌下手なんだ。聞くだけでもいい？もちろん歌いたい人は歌えばいいし、歌いたくない人は歌わなくてもいいし、歌いたくなったら歌えばいいし。じゃあ最後の例です。寿司ってやっぱり手で食べないとダメかな？いや、そんなことないよ。手で食べたい人は手で食べればいいし、箸で食べたい人は箸で食べればいいし、食べやすい方法で食べればいいよ。ちなみに小倉先生は寿司を手で食べる？いや、箸で食べる。同じ。僕も箸で食べるんだけど、理由は何かある？まあやっぱり手で食べてたら手がね、汚れるからね。まあでも子供の時は手でちょっと食べてたと思うけどね。そうなんだよね。だから食べやすい食べ方で寿司は食べればいいと思う。はい、今週の会話は女性の化粧とか男性のひげに対するルールの話だったんですけど、はい。ネットでね面白いニュースを見つけたんですよ。2016年の話なんですけど、大阪のメトロ地下鉄の会社が男性社員に対してひげを生やしてはいけませんというルールを作って、そしたらその地下鉄を運転している社員、男性社員2人がその会社を訴えたんですよね。ひげを生やしてはいけないというルールは差別になるんじゃないかって。で結局その裁判では男性2人が勝って会社からその慰謝料というかお金をねもらうことができたんです、訴えが認められた。けど面白いなと思ったのは、その会社側の言い分、これがその地下鉄の運転手がひげを生やすことによって乗客利用者に対してネガティブなイメージを与えてしまう、怖がらせたりちょっと汚いイメージだから、そのルールは正当だ、その別に差別ではないって言ってるんですよね。でこれがね裁判官がねその言い分もわからないでもないって一応言ってるんですよ。だから、その男性社員2人は裁判に勝つことができたけど、裁判官はその会社側の言い分もわかる
っていうふうに言ってて、日本にはまだやっぱりそういうひげを生やしてる人に対するイメージ、ネガティブなイメージはまだまだあるんだなって思いましたね。じゃあ今日はねそろそろ終わりましょうか、小倉先生。はい、そうですね。じゃあ今日はここまでかな。はい、じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日話したルールについてみんなの意見もねコメントで教えてください。はい、じゃあまたね。またね。